こんにちは、TPI トレーナーの柳です。今日はドライバーが苦手な人、なかなか飛距離が出ない、アイアンを飛ぶのにドライバーだけなぜか苦手、こういった方に向けたドライバーが得意になる練習方法を紹介したいと思います。まずこのドライバーが苦手な要素っていろいろあると思います。クラブが長いのでそもそも振ることが難しかったり、あとはエネルギーを生み出せていなかったり、エネルギーが漏れてしまったり、そういったいろんな要素あると思うんですけど、今日はですね、特にこの肘から先、前腕の部分とクラブの使い方、ここの辺りを正していきたいと思います。もちろん若くて体力があれば道具の使い方無視して体ブンブン回して飛距離を伸ばすってことはできますけど、やっぱり道具を使う競技ですし、このシャフトっていう特殊な飛距離加速装置がついているので、ここをしっかり使えるようにクラブが飛ぶ方向に動かすエネルギーの使い方、クラブの使い方、こういった視点で解決していきたいと思います。まずですね、ドライバーが苦手な人の特徴をいくつか話していきます。ドライバーだけ苦手、特にスライスしてしまったり急なチーピンが出ちゃう人っていうのは、基本的によく力んでるって言われているような、カテゴリーに属してきます。ただですね、この脱力しましょう、もう少しリラックスしましょう、こういった主観的なアドバイスだとどうやって力を抜くべきか、ただただ緩んでしまうだけではクラブ加速しないので、力むなって言われてもなかなか難しいと思うので、今日は力むことによってどんな、弊害が生まれているのか、それをどうやって解決していくのか解説していきます。まずですね、力むことによって起きている弊害は主に2つです。で、1つはこのクラブを強く叩きたいからといってこう持ち上げるようにトップから叩いてしまう動きは、クラブに対してこの横方向のエネルギーが強くて、どちらかというとこのスティープ気味に入りつつ横の動きが入るということはフェースは開いてくるので、どうしてもこのインパクトのタイミングでフェースが開いて上から入るのでスピン量が多くてスライスっていう形になってしまいます。で、今度それが嫌だからといって今度体をこねていくと、低いチーピンのような形で、飛ばないし OB のリスクもあるしっていう形で、力みによってまずこの持ち上げからの押しっていうところが、一つ原因になってきます。で、次にですね、この力みによって右手と左手が喧嘩します。で、どういうことかというと、人がですね、何かエネルギーを出すときは親指を内側に倒す方向で力を入れます。なので右手だったらこっち側、左手だとこっちです。で、力んでしまったときに右手左手が力んだときに、ほぼ右手が強く力みが出た場合はこういう力に対して右手が勝つのでぐんと返してしまうし、左手が力んだままだと左手はこっちに回りたがるのでクラブのローテーションが発生しないでこっちで、どっちが勝つかわからないっていう状況だと右も左も出てしまいます。で、基本的に飛距離を伸ばしたければクラブは右手で力んだ方が飛びます。で、右手で力むということはフェースをこっち側に起こしてくる、フェースが前を向いてローテーションが入ってロフトが立ってくる方向に使えるようになるので、右手左手どっちでスイングしようというときは右手を使うようにします。で、左手が力んでしまうとこっちに開く動きになってきます。ではですね、ちょっと具体的に右手と左手の力みを体感してほしいんですけど、右手をわざと極端に力んだ状態で振ってみます。そうするとフェースは変えていく方向、ロフトは立っていきます。右手をこういう感じで右手を力んでいくと、クラブとしてはこの設計通りにフェースが起きる方向になります。で、左手を力みながらこっち側に起こすっていうのが難しいので、今度は左手をすごく力みながらクラブをこっちの方向に使おうとしてみてください。で、こうするとインパクトの周辺でクラブは前に行きたがる物質の特性があるけど、左手の力みがあるので少し筋肉がロックするので詰まってしまうということが起こります。なのでこのインパクトに向けては右手が内旋していく方向にクラブも体のエネルギーも使いたいので、どちらかというと右手の方が勝つ方向で使ってあげるとフェースが起きてくるし、軽いナチュラルなドローっていうのが生まれてきます。では次に具体的な練習方法を紹介します。ゴルフ用の練習器具、いろんなのありますけど、家にある紐を使うだけでも、ドライバーが苦手な人は有効な練習方法ができます。ちょっと長めの紐を用意してもらって、端っこいくつか結んでちょっと重りをつけるような形でこれをクラブにくくりつけます。
紐の分長くなるのでちょっと空いてる時にやってほしいんですけど、この紐をですねつけた状態でクラブを振ろうというのではなくて、この紐がきれいに張り続ける方向で素振りをしてみてください。この紐が張り続ける方向で素振りをする。で、紐を張り続けるような素振りの中で重要な要素がいくつかあるので解説していきます。まずですね、この持ち上げるっていう動きをしてしまうと、この紐っていうのがきれいに張りません。ゆっくり持ち上げてしまうと紐の張力がなくなってしまいます。で、あとはですね、この切り返しのところで力んでめちゃくちゃこうグッていってからバチンって叩くような人は紐がうまく動きません。なのでこのクラブをどう動かすかっていうよりも、この紐、特にこの先端方向とかがきれいに動く方向のリズムで振ってみる。めちゃくちゃ地味で本当にと思うかもしれないですけど、力んでしまう人はぜひですね、この紐を使って素振りしてみてください。で、この時にクラブの動き方を整えたいので、グリップはですね、下からこう支えるような感じで握ってあげて、あとはこのこの先端、クラブじゃなくてこの先端を動かすということで、意識しながら素振りをしてみてください。今ので単純にこの力みを取りながらしっかりとこのクラブを円滑に動かすイメージ作りをしたわけですけど、もう少しですねこのテクニック側に、次は落とし込んでいく必要があるので、次はその練習方法をお伝えします。基本的にこの右手左手が喧嘩してしまってフェースがちゃんとターンしない、ヘッドが走らないっていう方は、このクラブをですね自分の顔の高さにヘッドを持ち上げるような感じで、ここでこう素振りします。でこの時に右手左手が喧嘩してると、ここでロックがかかってうまく振れないので、この右手と左手が役割が入れ替わるように素振りしていきます。でこの状態で特にこうクラブが下に下がらないように、この来角を維持するようなちょっとテコ感っていうのが必要になってきます。右手の支点に対して左手でグリップエンドを下に押し下げてあげるとヘッドが上がって来角が保たれるので、そのような手のバランス感覚の中で振ってあげる。この高さがバラバラになってしまうと良くないので、何か前方に高さ、ここだったら前に壁があるので壁のネジのところとか模様を一つ決めて、そこに向けて素振りします。でこの時に大切なのはこの肘から下がちゃんと動くこと。できればさっきのこの、紐があったイメージでそれが張り続けるように振っていきます。でこれを手を下ろすのではなくて股関節から前傾していくとゴルフのスイングになるので、この状態できれいに叩いてあげる。もう少し斜めにしてここを叩いてあげる。もう少し斜めにしてここを叩いてあげる。こういった感じでこの右手と左手が喧嘩しないようにちゃんとフェースを返せるように、練習していくということが一つ大切です。次にですね、この練習が終わったら、ティーアップした球を打っていきます。でこれはドライバーではなくて、5番ウッドとか7番ウッドとかショートウッドを使って打っていきます。でこの時に大切なのはバーンと力んで打つのではなくて、このさっきのこの紐を張った素振りとかこの水平素振りのイメージで人は強く動くのではなくてバランスを取り合った中で打っていきます。で強くこう打ってやろうと思って上下の視点がずれてしまったり体が突っ込むとちゃんと当たらないので、この時人が必要なのはクラブの遠心力エネルギーに対してバランスを取り合うことが一番大切です。で苦手な人はこの肘下から右手左手の喧嘩問題があるので、この右手が内旋する側にクラブを使ってあげる、そのイメージで打っていきます。でこの練習を何度も何度もこの空中を素振りするイメージのまんまハイティーアップのものをパチンとクラブのこの動き邪魔しないように打ってあげます。
右手の支点に対して左手の力点で上げるような、こういった形で空中を保持して、あとは体の前で右手と左手の役割が入れ替わります。で、人はこの上下とか左右のバランスを崩さないように円の中心としてバランスを取り合います。こういった感じでこの右手左手の喧嘩問題というのを解決していくと、自然と捕まるドローっていうのが打てるようになってきます。こういった感じでポーンと軽く打てるようになったら徐々に出力を上げていきます。で、出力を上げると人のバランスは上下左右動きやすくなりますし、それはこのクラブの動きエネルギー量が増えてくるので、自然と引っ張られたり落ちたりするエネルギーが増えるので、それに負けないようにバランスを取り合います。でも大切なのはこの右手と左手、この肘から先の動きっていうのを大切にします。こういう感じです。ということで今日はですね、このドライバーがどうしても苦手な人、この右手左手が喧嘩しちゃう問題を、紐とかこの水平素振り、ハイティーアップで、打つ練習をしながら、このクラブの動きを邪魔しないような練習をしてみました。で、これができた上でいろいろ体の出力を上げていったり、このバランス、素ベイしないとか突っ込まないとか、そういった動きを入れていくと、よりクラブが加速しやすくなるので、いろんな練習方法を取り入れてもなかなかうまくならないって方は、そもそもこの肘から先、このクラブの動きっていうのを邪魔しがちなので、まずはですね、その辺から見直していくといいかなと思います。ということで今日はドライバーが苦手な人に向けた右手左手の喧嘩の直し方、バランスの取り方について紹介しました。ぜひ試してみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。